はい、どうもこんにちは。つなぐゲームズです。今日はまた前回みたいにですね、ちょっと新しいゲームやってるので、そちらを紹介していきたいと思います。こちらもアーリーアクセス、パルワールドと一緒でアーリーアクセスしているゲームなんですけれども、戦国ダイナスティというですね、ちょっと、言い方悪く言ってしまうと、前回紹介したイカロスの、戦国バージョンというか、特にテラフォーミングしたとかいう話ではないんですけれども、基本的にサバイバルゲーですね。船が難破してしまって、難破した先で、なんですかね、皆さん、ちょっとこう、すでに絆ある人たちが集落を結成して村を作っていくみたいな感じの話なんですけれども、昔の戦国時代というか、そうですね、なんか昔のお話なんで、すごくですかね、貧しい人たちのお話って言ってしまうとちょっと言い方あんま悪くないかもしれないですけども、そういう感じでして、まあ、今ね、ちょっともう結構進めたので、こうやってお米とかネギとか、ね、畑作もできてますし、ちょっと暗いですね。明るさ、明るさ上げられるかな。明るさは上げられます。1000。上げられなそうですね。はい。見てみましょう。という話なんですけれども、一応この辺にですね、いろんなものが落ちてるんですけども、例えばこういう石とか、この辺はもう本当イカロスと一緒ですよね。石拾って、こういう木とかね、木があるんで、この辺の木とか集めると、枝とか集めてこれて、で右クリックするとこう、その場で作れるのが何個かあるよみたいな。でそれに応じて作る、個数が決まってるんで、その辺作っていかないとダメっていう話ですね。で、一応もう結構作ってあるんで、もうこの辺とかもね、ちょっとすみません。鉄の好きとか、クワとかもあるんですけども、結構ね、で、自分らが村作るよって言ってここに作るって決めた、ちょっと離れにですね、別の村とかもあったりとかして、で、そこに交易じゃないんですけども、ちょっとお話聞きに行って、狩りについてちょっと教えてよとか、木の、なんか木こりの村みたいなのがあるんで、木こりの村行って、木工について教えてよみたいな。いや、違うな。その木こりのところに行くと、もしかしたら、弓、こんなのがあってさ、みたいな。作ってきてみてよ、みたいな。とか、なんか皮手に入れるのに、こう、イノシシ買ってきてみてよ、みたいな。で、なんか一応主人公のレベルじゃないんですけども、ダイナスティレベルっていうのがあって、それをちょっとこう、いくつまで上げると、なんか、またちょっと話が進んだりとか、で村人を増やすとダイナスティ、村人を増やすじゃないんですかね。クエストをこなすとなんですかね。気づいたらダイナスティレベル上がってたんですけども。で、なんか、今、ダイナスティレベルが上がんなくなってしまって、どうしたらいいんだろうなーって思ってたら、なんか橋とか作れるんですよ。あと、物見櫓みたいな、特殊建造物っていうのが作れるんですけども、それを作ると、どうやら1個に対して1レベル上がるよみたいな。で、14レベルまで上げると、ちょっと先に寺院があるんですけど、その寺院の和尚さんに話しに行くと、なんか、またいろいろクエストじゃないですけども、話が進むようになってるとか、いう感じなんですよね。一応、今、季節がね、ちょうど1年経過して、春に戻ってきたので、2日 ?2 日2日の2日の4日ですかね。4日間ぐらい夜超えると、季節が、一つの季節が終わって、次の季節になるみたいな設定になってるんですけども、
なので、まあ、いきなり結構な速さでいきなり夏になって、秋になって、冬になってってなるんですけど、結構ね、最初ね、結構早いな、みたいな。まだなんか作り終えてないのにな、みたいな。で、一応なんかでもだんだんこう村人とかも少しずつ増えてきて、まあ、家を建ててあげなきゃいけないんで、こうやってこう家建ててあげたりとか、あとこう木工のための作業場作ったりとかっていうの結構苦労しながら最初やりまして、わけわかんなかったんで最初もう最初に2個作っちゃったりとか、あとね、このなんかよくわかんない倉庫のための建物みたいなのをいきなり作っちゃったりとかして、で、こうやって2日経てば季節を進められるとか。で、ここの鐘がね、ファストトラベルになってるんですよ。で、各村に鐘があるんで、ファストトラベルできるよ、みたいな感じになってるんですけども。あとはまあ、ところどころにこう、獣がいて、獣を飼って肉手に入れてとか、あとここに、なんだっけな、漁師さんの小屋みたいなの作ったんで、ここに人を派遣しとくと、季節というか、まあ、1日経つたんびかな、季節が終わるたんびかな、魚集めてきてくれたりとか、あとは畑やってくれたりとか、そういうお仕事をお願いできるような感じになってるんですよね。ただお仕事をお願いするのにもまず一回寝床を決めてあげないといけなかったりとかして、なんでまあ最初ちょっとわかんないながらもいろいろやってて、まあまあ結果的に結構いろいろうまくいけててよかったよかったみたいな感じなんですけど、最初ねほんとね、まあイカロスに比べると若干、チュートリアル的なクエストがいくつかもあるんでやりやすいとは思うんですけども、動きがねこの三人称なので、あとこいつ全然よじ登ってくれないんで、ちょっとした段差ねよじ登ってくれるんですけど、よじ登ったと思ったら、でこうやってね、こうやってたまにこういうところにアイテム置いてあったりとかするんですけど、多分誰かがここで本当は何かやってたんですよね。それを残してってるので、まあ、いただいちまおうっていう感じの精神ですね。で、イカロスとかとちょっと違うのは、意外と基本素手で取れるのが多いですね。そう。斧とか使って切らなきゃいけないのは本当にこういう木とか、あと、あっちにいっぱいあるんですけど、このでっかい石とかも意外と取れるのが多くてですね、こういう木とか、こういう木とか、あと石でも、ちょっと大きい石とかになると、こういうの、ツルハシで叩かなきゃいけないんですけど、正直これツルハシで叩く意味ないんですよ。なんでって言うと、石しか手に入んないんで、本当に恐ろしい話なんですけど、鉄とか手に入んのかなって思って、普通に叩いてたら全然手に入んなくて、ほんとただほんと石オンリーみたいな。なんか海岸に行けば普通に石なんてあるんで、あんなの叩いて、ツルハシを消耗する意味があんまないみたいな。で、こっち、違うところは、速いんですよ、ウサギとか走んの。結構ね、追いつけないんですよね。そう。だから結構これが難しいところ、全然違うところでもあるのかな、みたいな。で、入ったことないんですけど、そういえば海ってこれ入ったらどうなんだろう。足つかないところまで行ったらどうなるんだろう。泳ぐのかな、こいつ。今思ったら、これ全部足普通についてますね。意外と暑い寒いっていう気候のあれがないみたいで、冬でも同じ格好で全然普通に突っ走ってくれます、この人。最強だなーって思いながら。またウサギいた。倒せるんですかね、これ。ちょっとやってみましょうか。まず攻撃仕掛けらんない。スタミナがないから。あ、いけた。ウサギはどこに行ってももしかしてやれちゃうんですかね。かわいそう。一番ウサギが狩りやすいってことなんでしょうね。でちなみに、天気じゃないですけど、
装備を1から0、まあ、ハイフンのところまで装備ができて、同じの押すと素手になります。なので素手になりたいなと思えば同じとこ押せば大丈夫です。なんか今一瞬わかりました。1か。これただちょっとですね、今、ここにマップがあるんですけども、これ何のマークですかね。なんかいろんなマークがあって、橋をね、どっか建てられるんですよね。橋立てて、で今ちなみにダイナスティレベルが、9か。これが多分レベルなんですよ。9なんですよ。あと5上げなきゃいけなくて、5上げるのに、まあ、それこそ橋作ったり、櫓作ったりとかしなきゃいけないんですよね。なかなか難しい。まあでもこうね、今はもうこれもね、意外といろんな人がやってるんで、いろんな人の見ながらやっていくと面白いのかなってところですよね。ただまだアーリーアクセスなんで正直できることは多分限られてて、これからどんどんね、ワールドとかも広がっていくでしょうし、他の人のワールドに行ったりとかっていうのももっともっとどんどんできるようになっていくんだと思うんですよね。一応複数人で一緒にやるのはできるみたいです。私はちょっとまだそこまではできてないんですけども、なんかできるようです。こういうのもなんか役割分担決めてやるとすごい話も進みやすいかなって感じがしますよね。とりあえず最初はもうこの木いちごをものすごくいっぱい使うのかなって感じです。これもね、たまに商人というか、商人じゃないんですけど、アイテム取引してくれる人とかがいて、その人に普通に売るとお金にしてくれるんで、お金はいくらでも持てる仕様になってるみたいなんで、お金持っといて、あとは他のところで売買してみたいなのをやっていくと、本当になんか、でまたそういうのでもなんかレベルが、自分自身のレベルが上がったりとかするんで、そう一応このレジェンドっていうのがあって、これでもう全部取っちゃってるんですけども、なんかこういうのがあるんですよね。そうで、これやんないと怪我が取れないとか、最初いくら倒しても肉しか手に入んなくてですね、なんで肉しか手に入んないんだろう、怪我はどうやって手に入れるんだろうってずっと思ってましたね。またウサギいましたね。で意外とウサギとかの方が狩りやすいとか思うんですけども、でも正直槍普通に作るだけでイノシシ楽勝に狩れるんですよ。まあ、今ちょっと鉄の槍にしちゃってるんで余計ですけど、木の槍でも全然普通にイノシシ狩れるんで、イノシシの何が楽って、イノシシ自分から寄ってきてくれるんで、方向を上げた上でこっちにわーって攻めてきてくれるんですけど、普通に待ち構えて槍でサクサクサクってやると死んでくれるんで、肉取り放題みたいな。で一応なんかマップにもあるんですけども、これね、生息域みたいなのがこう書いてあるんですよ。これが一応イノシシなんですけど、鹿、キツネ、ウサギ、イノシシってあって、正直向かってくるのはイノシシだけです。あとみんな逃げます。で、キツネも、速いです、普通に。さっきみたいに追いかけて捕まえられる速度、しかもそんな速度では逃げてくれないです。がっつり本気で走って逃げます。なので、まあ捕まえるとしたら普通に順当に、まあ、ウサギを狩るのか、イノシシ、まあ、捕まえてやっつけるのかっていう風にやるといいと思う。で一応、どうなんですかね、このなんか装備はなんか壊れないっぽいんで、全然あれなんですけど、ひょうたんスロットに装備できるのか知らんかった。
そしてこの手は何ですかね。手、なんか装備できますね。あれもしかしてこれ川細工のところで作れるのかな。ちょっと行ってみましょうか。なんかいろいろ建物自体はもう作ったんでね。普通に、どこやったっけ。木工じゃなくて川細工。あ、うさぎがこんなところに。川細工、ここですかね。多分、なめし川のあれがあるから。履き物、草履服、木綿、かぶり物、あ、手袋。うん、解除されてません。ミノ。おお、冷たい雨の中でも体を温め、濡れるのを防ぐ。着物。わらじしか作れない。村人の服。足軽の兵装。でもなんかこう、見た目が変わるだけで何にもなさそうですね。ぶっちゃけた話。ね。ミノもなんか効果ありそうに書いてありながら、どっちの方がいいとかは特に書いてないですね。全然防御力とか、まあ正直、これ見てもらうと分かるんですけど、防御力も何も書いてない。あ、でも、安全性、贅沢、安全性、贅沢、贅沢ってなんだ。鎧着て贅沢も何もないと思うんですけどね。まあいいや。そしたら、わらが50ある。わら何でしたっけ。50か。50なら多分あるんで作ってみましょうか。よし、OK です。作ってみましょう。いかがだ。最初ね、そうなんですよ。今、ちらっと見えたんで、おお、こうなるんですね。はい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 。まあまあまあ、いいんじゃないですか。でね、井戸もね、知らなかったんですよ。井戸も作んなきゃいけないんですけど、井戸で水が手に入るんですよね。そうなんですよ。これで今14まで上げろってなってるんですね。あ、もしかしてここに、あれかな書いてあるのかな。クエストをクリアしたり、特別イベントをまとめたりするを探す必要があります。ははは。まあ、ダイナスティレベルの上げ方は特に書いてないですね。そうと、まあこんな感じですかね。一応最初、ちょっとね、今度ある程度いろいろ落ち着いたら、ちゃんと最初からやり直すというか、一番最初からやってるセーブとか作ってみてもいいのかなって思ってたんで、その時はまた、今回みたいにご紹介動画ではなくて、またパート1、パート2みたいのでやっていきたいと思うので、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。こうやって水とかもね、この状態で保存できるんですよ。不思議ですよね。この水容器は多分薬とかにも使えたりとかするんで、まあ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 。一応こういう各それぞれ建物が独立してて、これを建てることによっていろいろとできることが増えていくよっていう。確か食料を保存するための倉庫だったりとか、これが、水か。水の倉庫ですかね。木材の倉庫とか。
で、この倉庫を作ってあげないと村人たちがみんなアクセスできない状態なので、そう、季節変わるたんびにクエストとか受けられたりとかするんですけど、これが石膏所ですね。神様の像。おお、ほう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 。なるほどなるほど。神様の像を作ると何かあるんでしょうね。石いっぱい彫刻して、神様の像を作ろうねみたいなのがあるんでしょうね、ちゃんとね。まあそんな感じで。あと一応これも、ある程度時間経つとオートセーブしてくれるんですけど、自分でセーブができて、オートセーブはこれにセーブされるんじゃなくて別でセーブが作られます。で、普通にここでロードして、それローディングが長いんでね、あんまね、ロードとかで連打すると大変なことになるかなって感じですかね。リスポーンは単純にハマった時に生き返るんですけど、デスペナちゃんとあるんで、恐ろしいです。普通に。気軽に死んでみたら、みんな食料減ったりとか、アイテムなくなったりとか、結構普通にするんで、おすすめしないです。ちょっと主人公の顔をね、見せたいなと思ったんですけど、こんな感じです。この顔は確か自分で作ったか。ちょっと忘れちゃいましたね。もともとこんな顔だったかもしれないです。なんか、作れたかもしれないです。一応こういうゲームですね。で、一応なんか、そうそう。一応そうですね。橋の話ちょっとしたんで、ちょっとね、まだアーリーアクセスっていうのもあるんでしょうけど、レジェンド自体があんま開放されてないので、速度は本当に人並み、ちょっとリアルな感じですかね。速いっちゃ速いですけどね、普通に考えて。で、この橋がもともとできてなくて、ここに橋立てたみたいな感じですね。この橋のマーク。これ橋のマークなんだ。これを探したら、もしかしたら、これですね、多分。ここ。ちょっと行ってみましょうか。ちょっと時間かかるんですけど、もしお付き合いいただけるなら。そこに多分橋作れるんじゃないかな。どっちかいとこなかったかな。2箇所。そうですね。2箇所ぐらい確か見つけたんだよね。行ってみよう。ついでに草でも手に入れながら、石っすかね。本当はなんか、草っていうのがあって、草を手に入れないと、さっきの藁が作れないんですよ。藁が、そうですね、草の状態で必要になることあんまないんで、だいたい藁にしちゃっていいんですけど、手作業で藁作ると、2個で1個しか作れないんですけど、さっきの、なんていうんですかね、乾燥台みたいなのがあって、そこで作ると、ちゃんと1個で1個できるんですよね。またこういうのがね、途中でこう、あるんで、物入ってる。いただいていきましょう。これ粘土もね、結構、全然こういう段差すらいけない。粘土も意外と必要なので、ちゃんと取っていくことをお勧めしますね。で、このすごい開けたところに来ると、こうやって草がめちゃめちゃすすきのじゃないですね。すすきがめちゃくちゃ生えてるところにこうやって、で、こうやってお金持ってて商売してる人がたまにいるんで、物買ったり、物売ったり。これも一緒ですね、基本的に。走るのはシフトで走るんですけど、
普通に何もしてないと歩く。で、一回コントロールを押すとしゃがんでくれる。あ、パセリ。パセリあんま見かけないんで、ここでしかないのかもしれない。ちょっと取ってみましょう。たまにこのなんか太鼓の音聞こえるんですよ。これちょっとあんま好きじゃないんですよね、私ね。どこの誰がこの太鼓鳴らしてんだろうみたいな。あ、あれどっかにイノシシいるを声してましたけど、鹿しかいなかったですよね。またパセリ。意外とイノシシ、勝手な推測もちょっと含まれてるんですけど、イノシシいると、キノコが大体生えてることが多かったですね。だから、冬場とかはイノシシ見つけて、火の残り聞こえたんだ。取れない。なんで結構、キノコを求めて、イノシシを走わざとイノシシ倒しながらキノコゲットしたりとかっていうのをしてましたね。で、一応、これで多分、こうやって橋がね、壊れてるところなんですよ。で、ここに縦札があって、ちゃんと書いてあるじゃないですかね。ダイナスティレジェンドレベルが上がるっていう。で、この記述にして、違うですね。なんだっけ。建設作業台みたいなの作ったんだ。どれだっけ。これだ。これをね、これどこに建てるんだ。俺の近くのどこに建てればいいんだ。これはきつくないですか。これは木とかを切ってあれかやれたりとか。盗賊いる。敵かあれ。赤くなってるから絶対危ないですよね、あれね。倒しますか。鉄の槍ありますし。これここなんで。はい、お疲れした。なかなか強かったですね。怖かった。よし。取り出し。取り出して、これもしかして、さすがに皮は剥かないですよね。そこまで恐ろしいゲームじゃないですね。ゆっくり。とりあえずこのエリアでの建築は禁止されています。
どうしろっていう。建築を妨げ。じゃあ、建築を禁止されている。禁止されてたら作れないの？エリアでの建築を妨げ、禁止しています。Y、回転。R。縦にするとなくなる。よくわかんないですね。まあまあ、ちょっとこの辺に切ってみましょうか。ある程度確保できたかなって思うんですけど。あら、これ。あ、鉄のもの持ってきてたんですね。あ、さっき。切れてから2回切らないと、さっきの塊になってくれないんですよ。どんだけ太くても、4本までしか丸太を落とさないんで、そこがまたね、難しいところです。よいしょ。待て、そろそろ立てれるかな。何がダメなんだろうな。植物はこっち側じゃなくて向こう側じゃないかな。もしかして。木のもいいし、そう言ってた。これの木ですね。意外とキノコが大事なので取っておきましょう。お、ごぼうもあった。めっちゃここで火使ってなんかやってましたね。
さっきもあったけど、もしかして、盗賊の火起こして、なんかやってたのだったのかもしれないですね。よし、じゃあごぼうも集めたので、どうしようかな。こっちか、向こうの竹を全部やっつけるかですね。意外と大丈夫。結構これだけど、太いのがいいみたいな。こうなるのか。はあはあはあ。作るのにものすごい時間かかりそうですね。もうちょっとここに離して作って。多分道路がかぶってるとダメなのか、それか。この道がかぶってるからダメっていう考え方もありますよね。絶対豚の鳴き声になりますよ。全然ダメですね。作れない。なんでどうしたらいいの？難しいな。そこに青い花あるんで。まあまあ、こういうこともあるっていうことで、ちょっと、あんまりいいお手本ではないですけど。鹿がいましたね。鳴き声がめちゃめちゃ豚っぽいですけど、鹿でしたね。ここに物見櫓があるんですけどね。鹿でかっ。襲われたら逆に負けそうですよね。おお。絶対鹿じゃないですよね、鳴き声がなんか。まあちょっと草も取れたんで、よしとして一回帰りましょうか。春菊。春菊じゃないですね。木菊。これもなんか薬の材料とかで使ったりとかするらしいんで、取っといても損ないかなみたいな。さっきの商人さんどこ行っちゃいましたかね。あ、もっと向こうにいる。釜で収穫するとどうなるんですかね。したことないからわかんないけどね。密集しすぎて、取る前に次のに、あれですね、カーソルが合ってしまうんで、取れないですね。いたいたいた。この人にちょっと、お金恵んでもらいましょう。まず、枝いらないですね。
石はまあいいとして、薪もいらないな。あとなんだろうな。松明もこんな2個もいらないですね。草が100個取れてる。こんな感じですね。これでまあ販売だけできましたみたいな感じで。あとはまあこういうの買うってなるとこうやって買ったりとか、また売って。米。もう米もいらないですね。こんな感じですね。多分季節が終わると、彼らはまたお金をどっかから商売してゲットしてきてくれるんで、またどっかであったら物を売ってお金をゲットするっていう流れですかね。鹿は見せられたの。鹿とウサギ見せれたんで、あとキツネとイノシシですかね。どっかにいないかな。左側行くとイノシシですね。見てください。普通に速いですからね。全然追いかけられないです。お腹減るとどうなるかちょっとまだ試したことないんですけど、多分ダメージとか食らうんでしょうね。こっちにイノシシがいるらしいので、ちょっとイノシシだけ一回倒しましょうか。イノシシがね、何がいい？あ、やばいな。物が多すぎるな。もっと売ってくればよかったですね。もしかしたら皮とか持てないかもしれないですね。あれどこにいるんだ？キノコ見つけちゃった。まあ、キノコ取りたいですね。松茸。だいたい、あ、なんか今動いてんのいましたね。あれ多分、イノシシでしょうね。この卵とかも食料になるので、持ってた方がいいよって感じですね。さてさて、どこ行った？この辺が一応イノシシの縄張りらしいんですけど、いないですね。いそうでいないな。さっきより声でかくなったんだけど。はい、鹿ですね、めっちゃいる。声が2つ反響してますね。2匹いるのかな。ちょっと今のうちにアイテムのスロットちょっと広げときますか。本当は今もうこれでやるともったいないんですけど、よいしょ。よいしょ。よいしょ。でやって板作って、ちょっとアイテムを受けるという。鹿だなぁ、いっぱいいるな。イノシシがいないなぁ。この辺キノコあるのかな。もしかして下ですかね。草がある。卵めちゃめちゃ見つかりますね。イノシシいないな。あれ、こっちもイノシシじゃない。またカラスだと。
イノシシがいいんですけどね。ここか、イノシシのナーブルとしては。この辺ですよね。いないなぁ。松茸しか見つけてない。そこにまた鹿がいます。鹿だな。ちょっとまた鹿になっちゃいますね。はい、ちょっと、一番取ってください。あと別のイノシシのナーブル行きますね。ここいなそうですね。帰りにどっかあるか。ああ、まっすぐ行けば。ですね。これはちょっと、ここで何か書いてあるっけ。入ってるかな。服ですね。これ貼っとくか。貴族だ。捨てないでこんなのが当たってたんだ。こうやってね、やってるだけで気づいたら時間経っちゃうんですよ。もう多分、こんなことやってるうちに季節が巡ってしまうんですよ。ちょっとね、だから季節の巡る速度が速いかなーって感じですね。一応なんか上の、あ、スペースがない。ちょっと。しかし、ここの鳥、せっかくなんでくぐっていきましょう。今行ったかな。今行った気がするな。行った気がするな。こっちじゃないかな。行きましょう。赤ダメがね、ある程度ないんですけどね。ちょっと気をつけないといきなり、うーって書いてね、なんかお墓みたいな。こんな感じ。これなんかいきなり集落みたいなの作ってる人たちがいっぱいいるんですよ。人いるかな。下っぽい気がする。下だな。あ、食らった。やっぱり食らうんですね。中ダメありましたね。普通にね。大体。よいしょ。下いた。質素な肉のり。粘土か。粘土いいですね。ちょっと粘土1個だけ買っとこうかな。で、あとは、竹もあんま取ってないんで必要です。草あげましょう。この時期草別にいらないんで。よいしょ。お、投げて、頑張れ。あー、まだ割れた。よかったよかった。なんかあるよね。あとなんだろう。今となんか見られるかな。
かな。よし、いい感じにお金ゲットできて。お、これはない。鉄鉱床あるじゃないですか。こんなとこに鉄あった。うわ、黒。これはなんかまた今度来るんでしょうね。ここに鉄取れるんだったらいいですね。近くで鉄が取れる。鉄も結構最初のうちにいっぱい取っちゃったので、ね、そんなに使い道なかったんですよ。ぶっちゃけ。なので鋼にするのにちょっといろいろできない事情がありまして、鉄もそんなにいっぱい持っててもしょうがないみたいな。さあ、この辺でまたイノシシ狩りをしましょう。確かここにイノシシがあります。人がいる。スケジュール。イノシシいないかな。春もしかしてイノシシそんなことないですよね。雨降ってるからどこかに身を寄せてるとか。あら。死亡か。超してる。死亡はまあ思ってたのか。調理鍋が欲しいですね。どっちかっていうと。まあ作れるっていいんですけど、なんかウサギになっちゃった。あれイノシシいないですね。なんでだなんでイノシシが出てきてる。雨降ってるからどっかで雨宿りしてるのかな。ウサギ。これじゃないんですよね。しいたけ。帰りましょうか。イノシシいないですね。見せたかったんですけど。残念。ここがもう自分の村の対岸にいたんで、自分の村に戻ってきたって感じですかね。で、ここにキツネがちょっといるんで、あれだったらキツネもちょっと招待しよう。いるかな。キツネちゃんいるかな。もしかして動物も季節とかあるんですね、出てくるの。確かに言われてみれば、なんかウサギそんなに冬にいなかった気が。いないですね。もしかしたら季節あるかもしれないですね。よし。うわ、なんかいっぱいできてる。やばい。あ、そう、こうなるんですよ。スペースがないと。なので、とりあえず何でもいいんで、開けて、草刈るって。草が生えて雑草って手なんで、取ってあげないと。これでも草がね、ゲットできるんで、ある意味ラッキーかなって俺は思うんですけど。ただいまには草が生えない。
そんなことある？肥料もあげたので、ちゃんとして、そう、見てみたいですね。よし。OK ですね。なんで、さっき言ってた乾燥台っていうのはこれですね。ピーってやって草を加えてあげると、まだ取ってないからです。で、今持ってるやつ全部入れてくれたりとか、やってくれるんで。ちょっとね、注意が必要なのが板ですかね。板だけなんか、針葉樹と落葉樹、針葉樹と広葉樹か。多分。落葉樹だ。で、分かれてるんですね、板が。そう、使えなかったりとかするんで、すごいそれが、ちょっとめんどくさい設定なのかなって思ってます。ダメじゃないんですけど、ざわざわ分けるのっていうレベルですね、私としては。よいしょ。さて、お仕事してもらってるみんなは、こうやってお仕事お願いできるんですね。で、お願いしていくと勝手にやってくれるんですけど、で、一応ここになんかこう、食事、飲み物、温かさってあって、これがなんか、要求満たしてないとなんか、みたいな顔になってっちゃうんですよね。だからまあ要求満たせるようにしてあげるといいのかなっていうのと、一応こうやってオートセーブ別でできるんで、ちょっと邪魔なんで、私は全部消しちゃってます。まあまあ一応こんな感じですかね。これが戦国ダイナスティでした。もしご興味あれば試してみてください。ではでは、おやすみなさい。